ご視聴ありがとうございます。今回は2025年1月に買った道具紹介したいと思います。1つ目、スナップオンのロングフレックスギアラチェット。前から使ってみたいと思っていた工具でしたが、昨年モデルチェンジされましてバッサリ形が変わってしまったので、なくなってしまう前にこの旧モデル2サイズだけ買いました。今まで使ってきたロングフレックスはマウンテンというブランドの製品で、つば付き切り替えレバー付きのもの。使いやすく気に入ってはいるのですが、ボックス側が12ポイントではなくスプラインなのです。高トルクをかけますとネジに食い込んでネジを壊した経験というのはまだございませんが、痛めてる感が気になっていたんです。スナップオン伝統のフランクドライブを持つ XFRM を試してみることに。この XFRM 登場した時はスナップオンがとうとう出したロングのギアラチェと話題になっていたように記憶をしてます。その後はあまり話を聞かなかったのは買いにくい値段設定からでしょうか。ちらちらと見聞きした内容は頑丈だというものが多かったです。ギア部分が壊れない、首部分、フレックス部分も折れないというレビューが多く、評判は良かった印象ですね。ギアラチェットとしては空転トルクは軽めです。小さいサイズというのもあると思いますが、パルス感の少ない空転フィールでぬるぬると動きます。ラチェットは薄く小さく感じるっすね。本当にこれ強いのかと思ってしまうほどです。で、このヘッド周り、一見普通なギアラチェットなのですが、よくよく見ると特徴的な作りというか、なんだこれという設計がされてまして、ラチェット部分、ネジと触れる部分よりもハンドル側の接合部分が厚くなっています。要するにネジに接触する面よりも出っ張っている部分があるのです。そのためネジの止まる面を XFRM がえぐってしまう、傷つけてしまう可能性があります。車関係でよく使われるフランジ付きネジならその分で買わせますが、それでも適当に使ってますと周囲の面にこすってしまうことがありますね。先端の薄さと強度の両立を測った結果だとは思いますが、塗装したてのヘッドカバーなどに使うには慎重になってしまう道具です。そこが気にならなければとても使いやすい道具。実際私も傷を気にしないで良い自分のオートバイに使う場合は、とても使用感の好みな気に入っている道具となってます。長い道具は楽でいいっすよね。ただ使ってみて、新しい XFRRM のあの形になったのはなんとなく納得をしました。今まで使っていたつば付きのマウンテンと比べて物理的に使えない箇所は XFRM の方が多く感じています。つば付きタイプは使う際に周りに傷をつけることも少ないですから、気を使うことはなく、切り替えレバーの装備はもしもの場合にも対応することが可能です。ユーザーの目線からするとつば付き新しい形の方がメリットは大きそう。ただ XFRRM のあのデザインを見てますと、ラチェットでもよくねって思いも出てきまして、道具選びって難しいですよね。XFRM でメリットに感じたのはギアラチェットアダプターが使えるということです。つば付きタイプだと長さが足りなくなりますが、薄い XFRM ならジャストフィット。高いトルクいけるハンドルとしても、狭い隙間で使えるお助けアイテムとしても良いです。これつけっぱなしでこのサイズだけピンポイントで買うってのもありっすね。スナップオンの XFRM、 値段考えてもあえての旧タイプを広くおすすめはしないです。目的にぴったり合致するなら良い選択となるでしょう。用途に合いそうでしたらお選びください。2つ目、 SMT のメタルトリムリムーバーミニ SR01。 便利なメタルトリムリムーバー STR2 の名前の通り小さなサイズです。ブルポンから始まった流行りの道具バリエーション。隙間に突っ込んでちょいとこじったり、樹脂のスナップフィットを解いたりと用途の多い道具です。サイズはこのくらい、だいぶ小さくなりました。兄弟ってよりは親子という感じ。大きさは随分と変化しましたが、先端の厚みはそこまで変わっていません。一番薄いところでコンマ6ミリちょいぐらい。ストレート側はむしろ厚くなってます。
強度的なことを考えると仕方ないというか妥当な設計だとは思うですね。一番の違いは幅でしょう。幅が細くなったことから使える箇所は増えました。 STR2 とても便利ですが幅で引っかかることがあったんです。 SR01 はそれを克服しています。表面は梨地の仕上げ。適度に滑るし適度に止まる。対象がナイーブでさらに滑らせたい場合は磨けば良いですし、用途に合わせて対応することが可能。これは良い仕上げに思うですね。さて使ってみて SR01、 私は正直あまり手に取っておりません。少し短く感じるんです。私の用途では STR2 の従来サイズを使うことが圧倒的に多く、先を欲しい長さにして握り込むと小指側がかからないのです。ちょっと長さ足りない感じ。ホース外す際に使ってみると、このミニ SR01 では若干力が入れにくいと感じました。あと 30mm 長ければと思うことが多いですね。そこからさらに長くても面白そうだと感じました。この幅で STR2 の全長になったらそれは便利そうなアイテム。こういったペンサイズの細身なスクレッパーみたいなメタルのアイテムもあったらまた用途が広がりそうっすよね。 SMT の小さなメタルトリムリムーバー SR01、 小さな対象を相手にする場合、 PC 関連やガジェット的なものには使いやすいかもしれません。機会ございましたらお試しください。3つ目、デウォルトのコードレスライト。18V のデウォルトバッテリーが使えるワークライトです。デウォルトでバッテリー工具揃えてますので、これも導入してみました。お店で使ってみたらパッと明るく、色がしっかり白く感じたので試してみることにしました。シンプルなライトです。モードは1000ルーメンと300ルーメンの2種類のみ。モード記憶もありません。ライト面の角度は調整が可能で照らしたいところに向けられます。先端はフック付き。収納時はリングとして使え、引き出せば引っ掛けることが可能です。使うバッテリーは 18V タイプ。充電が少なくなると点滅して教えてくれます。このライトを説明することといってもこのくらい。ワークライトとして割り切った良い意味で単純なライトです。整備のお供にはちょうどいいっすね。メンテナンスしたい部分は全体的に広く照らせる。バイク触るのに横の地面から照らしておいて、はっきり見たいときは手に取って使ったり。バッテリーがしっかり重量ありますから地面に置いといて安定感があります。扱いやすいライトになってますね。しかし安定感はあるんですけど、ツルツルの面には置けません。バッテリーもプラスチックで滑りやすいですからツーッと滑ってっちゃうことがありまして、例えばオートバイのタンクに置くとものすごく不安定。高いところから光を照らしたい、据え置いて使いたいという時には環境を選ぶ感じとなってます。何か設置用のオプションがあると便利だなと感じました。デウォルトのコードレスライト。シンプルなライトをお探しの方にご検討いただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。